こんにちは。社会保険労務士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーの飯森です。今回のテーマにつきましては、メンタルヘルス相談 B さんの場合についてお話をさせていただきたいと思います。話の内容については、1番目、在職中で休職期間中の相談。2番目、重要な意思決定ができない状態。3番目、傾聴により B さんの思いを聞く。4番目、B さんの思いに共感し、今後のライフプランを相談しながら2つのパターン作成という内容についてお話ししていきたいと思います。1番目、在職中で休職期間中の相談。B さんの場合は、在職中で休職期間に入ってからすぐ相談に来られました。非常に心身ともに疲れ切っている状態で元気のない様子でした。そしてハローワークに来た目的は退職を考えているので、どのような仕事があるのか、退職した場合に次の仕事が見つかるのかどうかといったことを考えられてハローワークに相談に来られました。話を聞くうちに職業能力としてはかなりの力があるということはよくわかりましたけれども、今現在すぐに仕事をするということはとても難しい状況でしたし、今後の状況によっては少し仕事に就くまでは時間がかかるのかなというような私の見立てでした。非常に理路整然とお話をされる方で、細かいことは繰り返して頭の中に入れているというような方でした。その中で特に気になった退職をしようかと考えているというところを少し詳しく相談を深めていきました。やはり会社に迷惑をかけられない。会社のことを考えると、私が身を引いた方がいいというようなことをおっしゃられていて、非常に会社のことを中心に考えられる方かなという印象は持ちました。その中で大切なことは、まだ休職に入って間もないということですし、お医者さんからの
指示も今はゆっくりというような話なので、そんなに急いで物事を考える必要性はないのではないかなというようなお話をして、今の現状がどのようになっているのか、有効求人倍率とか失業率とか、そういう話をさせていただきながら、現状認識をしていただくということで、1回目の相談を終わることにしました。その時に、次回までに休職期間はいつまでなのか、就業規則を見て確認してきてくださいというような話をさせていただきました。で、就業規則には、休職期間に関して期間が書いてあるのと同時に、例外的な規定も書いてあるところが多いので、そういったところは少しメモをして来ていただけませんかという話をさせていただきました。2番目、重要な意思決定ができない状態。B さんが2回目に相談に見えられたときは、前よりも非常に落ち込んでいるという感覚でした。憔悴しきっているというような感じがうかがえ、状態としてはあまり良くないなということは私なりに理解できる状況でした。その中で休職期間について B さんに尋ねますと、就業規則には6ヶ月というふうに書いてあると。で、それ以外の例外的な規定はないということでした。それで休職期間に入って1ヶ月を過ぎていましたので、残りが4ヶ月以上あるわけなので、その点を少し強調しながら相談を深めていきました。やはり B さんとしては退職していこうというような考え方が強くて、早めに気持ちを整理して楽になりたいというようなこともおっしゃられていました。いろいろと相談する中で B さんを取り巻く環境だとか状況だとか、そういったことがよく分かってきました。その中で今すぐ意思決定をしていくことは非常に危険だなというふうに私は考えました。それで B さんに意思決定をするのは今でなくてもいいのではないかという話をしました。傷病手当も
出ていることですし、その点も含めて傷病手当も出ているので、その期間を最大限に有効活用する方がご自身のためになるのではないかということを何度か繰り返して言いました。B さんも少し考えていたようですけれども、それもそうだなということで、意思決定はある程度相談が進んでからしようという話になりました。このようにうつ病の状態で非常に状態が良くないときに意思決定するということについては、正常な判断ができない可能性が高いので、そういったことを踏まえて、意思決定はできるだけ十分に情報を得て、十分に考えた上でしていくということが大切な作業だろうと思います。B さんのような場合は、休職期間があるということで、その期間をやはり有効に活用しながら、どういう意思決定をしていくのか、どういうふうに自分のこれから先のことを考えていくのか、そういう期間にしてもいいのではないかなと、私自身は思っておりますし、そういったことをお勧めしています。しかし最後に決められるのは B さん自身です。B さんが最後にどのような判断をされるのかは B さんが決めていく。これが今の社会の原則だと私は常々に思っておりますので、3番目、傾聴により B さんの思いを聞く。それから B さんの話を職業相談のために聞かせていただきました。相槌を打ちながら、大事なところは繰り返して確認をすると、私はしっかり聞いてますよということをですね、B さんに分かってもらえるようにしっかりと傾聴していきました。いろいろ職場でもあったみたいですし、家庭のこともいろいろあったようです。そういった中で非常に厳しい状況の中で仕事をしてきたんだということがよくわかりました。よく我慢をし、そしてそれが我慢できなくなるまで耐えていて、そしてうつ病を発症したんだなというようなふうに私は思いました。まだその時には医師の意見書をもらっていませんでしたので、どういう状況なのか本人から聞くだけで十分にその状態がどういう状態なのかは分かりませんでしたけれども、
お話を聞くうちに B さんの性格とか考え方とか行動パターンとかいろいろなことが分かってきました。そしてその結果が今こういう状態になっているのではないかなというような思いに至りました。B さんも私と話しているうちにだんだん思いが伝わっているということが分かったのか、信頼関係ができているということが分かったのか、共感的に理解してもらっているということが分かったのか、何か表情が明るくなっていくような気がしました。話し方も1回目に相談に来た時よりもかなり気楽な感じで話せるようになっていましたし、話し方も非常にリラックスして話しているような感じが受け取れました。そして B さんの口からここに来てこういう話をすると非常に気持ちが軽くなるというふうにおっしゃっていただきました。そして B さんも少しずつなんか症状が良くなってきているというような話をされるようになってきました。本当にこういう状況になった時には誰かと話してみるというのも効果があるのかなということをつくづく思いました。一人でずっと考え込んでしまうよりも誰かに思いを話した方がいいという場合もあるのではないかなということをその時に思いました。B さんの場合も相談日に予約を入れて相談日に来ていただくということで、一回もキャンセルすることなく来ていただきましたので、その点については非常に相談に来てよかったと思っているのではないかなと私は思いました。4番目、B さんの思いに共感し、今後のライフプランを相談しながら2パターン作成。B さんとお話をしていくうちに意思決定をどうしてもしていく必要性があると。医師との話し合いの中ではかなりいい方向に行っているということもお伺いし、非常に方向性としてはいい方向性に行っているのではないかなというのを感じました。その時に初回退職について考えていたようでしたけれども、かなり考え方も柔軟性を持つようになってきて、そしてどういうような意思決定をしていこうかというような形で
考えられるようになっていました。それでB さんと話し合って、仮に退職した場合と、仮に退職しなくてそのまま会社に残った場合と、2つのパターンでライフプランをちょっと作ってみませんかということでお話をさせていただきました。どのように将来なっていくのかということを考えながらライフプランを立てていくということは非常に効果のある作業だと私は考えております。意思決定していくときにもこのライフプランということはですね、やはりしっかりと考えて情報の一つとしてそういったものを持っておくということは非常に大切ではないかなというふうに思っております。それで B さんと話し合ってなんとか会社に残るような方向性で物事を考えることと、それから退職した場合のことを考えてライフプランを作ってきました。非常に B さんも考えながらどうなるのだろうかというふうにカレンダーの中にいろいろなことを書き込んでいかれました。あんまり根を詰めてやられると非常に病気の方に差し障りがあるという場合もあるので、必ず医師と相談しながらゆっくりとやっていきましょうという話の中で、無理をしないということを前提にこの話を進めていきました。そして今の社会情勢とか今の状況をしっかりと認識した上で、5年後はどうなるんだろうと、10年後はどうなるのか、15年後はどうかなというようなことを考えていきました。うつ病がどうなっていくのかわからない中で、そういったことをしてもあまり意味がないのではないかというふうに言われる方もいるんですけれども、双方が納得してそういったライフプランを考えてみるということも一つの選択肢だと思いますし、人によってはこのライフプランを考えることをしないケースもあっていいのだというふうには思います。一つ一つのケースでどのように関わっていくかということが非常に相談者としては大切なことではないかなというふうに思っています。その上で B さんの意思決定をどのようにしていくのかということを手助けしていくということは非常に大切な作業であるというふうに私は考えましたし、B さんにとってもそれがいいことではないかなというふうに思いましたし、B さん自身もそういうことがしたくないということであれば、相談予約を取り消されればいいことであって、それに固執することはありませんし、また相談者を相談する相手として私がふさわしくないということであれば、別の相談者に
変わることもできますので、そういったことを自由に選択してもらいながら、一番いい方法で考えていただくということが一番大切なのではないかなということで対応していきました。最終的に思った以上に回復のペースが速くて、相談も深まっていく中で、4ヶ月を過ぎたあたりから非常に元気な顔になってきました。で、お医者さんの方からもかなりいいようなことを言われているというような形で、非常に前向きで働けるような感じが出てきてるなというのは思いました。で、そういうふうに回復している中で、ぜひとも体力はできるだけ作っていってくださいという話をさせていただきました。他の障害のある方の相談でも、やはり就労に関しては体力、気力というのが一番大切な部分になってきますので、そういった就職をする前に、そういった体力なり気力なりを鍛えていくといいますか、そういったものに就労に耐えられるだけの自分を作っていくということをですね、お勧めしていましたので、B さんにもできるだけお医者さんと相談しながら歩いて体力を作っていくようなことを助言させていただきました。B さんもそういったことに納得しながら、職場復帰を真剣に考えるようになってきましたし、退職のことについては全くそういった話が出ないようになりました。そして5ヶ月目が過ぎたあたりで、もう私は相談はいいですというふうに B さんの口から言われて、それで職場復帰はしていきますと。医者から言われたことで、会社から言われている医師からの意見書なり、産業医の診断を受けることなりで、職場復帰していくんだという話をお聞きして、相談が終了しました。非常に数ヶ月の間、いろいろな話をしてきましたけれども、そういった形でお話を聞いていく中で、非常に B さん自身の心が軽くなっていったのかなという気もしています。自分自身が思っていることを人に話すことによって、非常に精神的な安定をもたらしたのではないかなというふうに私は思っています。その点、医療機関との関わり合いも非常に良かったのだと思いますけれども、その後 B さんが相談に来るということはありませんでしたので、うまく職場復帰をされて続いているんだろうなというふうに思いました。B さんのように少し時間はかかってもしっかりと対応していけばいい結果が出るということもあるという事例だと思います。これが全ての場合に当てはまるとは思いませんけれども、こういった事例もあるということをですね、認識していただいて、こういった事例も、こういうふうなことでうまくいくんだなというふうに思っていただいて、それを自分がそういう場合になった時にはどういうふうにしていこうかということをですね、
考えてみられるのもいいかもしれません。人に相談すると非常に楽になる場合があります。で、いろいろないい情報が入ってくることもあります。一人で悩まずに公的機関でいいと思いますので、そういったところにまずは相談してみるということが大切な作業ではないかなと思います。本日も長時間にわたりお話を聞いていただいてありがとうございます。もしもこういったことに関心や興味がある方は、チャンネル登録をしていただき、引き続きご視聴していただければというふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。